た森を通って家に帰る途中、若者は突然危険な氷の滑り台を目にした。氷の穴の下では、黒い毛皮の狼が体の半分が水に浸かりながら必死にもがいていた。少年は駆け寄って、近くにあった木片を拾い上げ、それを狼がつかめるように下ろそうとした。二人は凍えるような寒さの中、一生懸命引っ張ったり押したりして、ついに狼は雪の土手の上に引き上げられました。ずぶ濡れで震えていた猫は、少年が痛烈な攻撃をしてくるかもしれないと恐れて、用心深く後ずさりした。疲れ切っている様子を見た青年は、そっと彼に近づき、抱き上げて車に乗せ、毛布で包んで体を温めた。彼は車のヒーターをつけて、犬を慰めるために何度も頭を撫で、寒い中でも犬が安心できるようにしてあげた。彼はためらうことなく、狼の健康状態を検査してもらうために近くの診療所へ急いで向かった。医療スタッフは体を温め、残っている毛を冷水で拭き取りながら全身を注意深く検査した。幸いなことに狼は深刻な問題を抱えておらず、治療後すぐに回復することができました。彼は震えが止まり、目の緊張も和らぎ、自分の命を救ってくれた人物をより信頼しているように見えました。少年はカートに残されていた小さなサンドイッチを取って彼に渡し、彼は喜んでそれを受け取りました。彼は一晩中それを車の中に残し、凍えるような寒さの中で寒くないか、呼吸が苦しくないかを常に確認していた。翌朝、狼はだいぶ良くなり、立ち上がって尻尾を振りながら感謝の気持ちで彼を見つめました。彼はその動物がこれからも強く生き続けることを願い、本来の森へ連れて帰ることにしました。扉が開くと、狼は伸びをして見慣れた光景を眺め、それからゆっくりと奥へと歩いていった。まるでありがとうというかのように頭を向けて彼を見つめ、そして広大な雪の森の白い霧の中に消えていった。それからしばらくして、偶然その森を通り抜けた時、彼は見慣れた黒い狼の姿を目にした。彼はゆっくりと近づいてきたので、彼女は振り返り、驚いたように目を動かし、そして徐々に暖かくなっていった。狼は彼を抱きしめるために走り、まるで自分を救ってくれたぬくもりを思い出すかのように、彼の胸に頭をこすりつけた。猫は飛び上がって彼を舐め続け、救われた命に対する心からの愛情を示しました。少年は笑って狼の頭を撫で、人間と野生の狼の間にある奇妙な絆を感じた。それは、一瞬でも気を散らしたらまた別れなければならなくなると恐れているかのように、決して彼にしがみついていた。彼はそれが力強く生きてきたことを理解し、死の瞬間に助けられたことを常に思い出しました。離れていた時間にもかかわらず、彼らの友情は真冬の日のように暖かくしっかりと存在し続けています。